はい。皆様お待たせしました。皆様こんばんは。新移住者委員会 J-NIC の高林美希です。月1回の割合でカナダ日系社会145年史を学ぶセミナーの今日は第5回目となります。J-NIC 新移住者委員会は全カナダ日系人協会 NAJC の傘下に去年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。この会の目的は単に新移住者の間での相互理解とつながりを深めるだけではなく、すべての日系人同士の連携を強め、世代を超えて広く呼びかけて、より良い社会を築き上げるために力を合わせてやっていこうというところにあります。誰もが気軽に参加できる座談会や日系史を振り返る歴史セミナー、遠隔介護ネットワークなどの活動を通して日系コミュニティのつながりを強くしていこうと願って活動をしています。皆様に参加にあたっての4つのお願いがあります。マイクはミュートでお願いいたします。ビデオカメラはなるべくオンでお願いします。画面に映りたくない方はどうぞオフにしてください。質問はなるべく簡潔にチャットボックスに書き入れてください。録画、録音、撮影はご遠慮ください。講師はいつものように元日経ボイス編集者の田中祐介さんにお願いいたします。その前に恒例のランドアクノレッジメントを今日は J-NIC 委員の BC 州リルウェット在住の影真理子さんにお願いいたします。真理子さんは東京で生まれ育ち、14歳の時にカナダに移住してきた方です。それでは真理子さん、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。皆さん、こんにちは。影真理子と申します。本日は BC 州先住民スタッリウムネーションの伝統領地でフレーザー川に沿った小さな町リルウェットから参加させていただいております。およそ1万年の、遡ってですね、スタッリウムネーションが住み続けてきた譲渡されていないこの土地に暮らしていることを認めます。ここに住む先住民族の存在を認め、彼らの周辺の山、湖、川や鳥、魚、獣たちとのつながりを尊重いたします。そして共に大地の恵みを分かち合い、命を育ませてもらっていることに感謝をいたします。重ねて、リルウェット近辺には、第二次世界大戦中に日系人収容所の3カ所が設けられていて、1000人余りの日系人の方々が総合9年間監禁され、厳しい差別を受け、大変な苦労を体験された歴史を認識しなければなりません。過去20年余り、私はこの歴史の深い伝統領地で4人の先住民の母親として子育てや地域活動に携わりながら住んでまいりましたが、そのおかげでこの土地の歴史を学び、日系人収容所の存在を知ることができたわけなのです。心から感謝しております。ありがとうございます。マリコさん。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは、ゆうすけさん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、田中です。今日は、1930年代、カナダで生まれたカナダ市民の2世たちが声を上げ始めた時代について見ていきます。ですが、その前に、前回から1ヶ月半近く経ってますので、最初にかいつまんで前回のまとめをしたいと思います。1918年、1000万人の兵士の命を飲み尽くして第一次世界大戦が終わりました。平和な生活が戻りましたが、
カナダの経済にとっては、これは、特需景気の終焉を意味しました。例えば、ここに映っているいちごジャムや鮭の缶詰ですね。これらは兵隊の携帯食として大量に生産されましたけれども、戦争が終わると需要は急激に減って、BC 州のイチゴ農家も痛手を受けました。また、大量の復員兵が戻ってきて、アジア系の労働者は職を失いました。日系業者に、対する弾圧はますます厳しくなりました。日経誌の新保満さんは、カナダ移民排斥史の中で、1922年から29年の間をライセンス削減期と呼んでいます。スティーブストンの漁者団体はやむを得ず農業へ転業する人に援助金を出しています。職を失った漁師たちを受け入れたイチゴ農場に関しては、ゲストコーナーで今日は、大草博和さんがお話をしてくれます。1922年、オタワ政府が日系人のライセンスを半分に削減するという、内閣令を出しました。その5年後、日系業者団体はライセンス削減は帰化法、ナショナライゼーションの帰化法の違反であると、オタワ連邦政府を提訴し、勝訴します。これは国内的ですね。国内的に勝訴しました。カナダ政府はこれを不服として、英国枢密院に上訴しました。日系側は英国の日本駐在大使です。この日本大使を通じて、超優秀な弁護士を雇ったと、新保満が書いています。1929年、最終的に日系業者側が勝訴して、カナダ政府による弾圧は、終わりました。これは業者たちが二重国籍であることを巧みに使った戦術の勝利とも言えるでしょう。ところが、一息つく間もなく、今度は、世界恐慌が追い打ちをかけました。そして1931年の満州事変に始まる日本のアジア侵略により、北米全体が急激に反日に傾き、差別が悪化します。これにこうして1920年に大陸日報の編集長鈴木悦が中心となって発足した労働組合は、最初は日本人会と共同歩調をとっていました。これによって労組の会員数は1600人にまで達しました。鈴木は日本人と白人の間の相互理解、そして日本人が教養を高めること、これによって労組のこれによって差別はなくなると説いています。これは一言で言うと同化適応思考であり、人種を超えた労働者たちの友愛精神だと思います。北米の場合はその根底にキリスト教の信仰がありましたが、日本人が友愛というとき、その根底に何があるのでしょうか。難しい問題だと思います。ともあれ、鈴木たち労働組合の指導部と日本人会の間には根本的な利害対立があることが時期に明らかになります。というのは、山崎康が設立した日本人会は、ボスと呼ばれる森林伐採の請負業者や、起業家、小売店などで構成されていたからです。問題はですね、ボスたちが日本人労働者の衣食住のすべての面倒を見るという制度がすでに確立されており、英語のできない労働者たちにとっては、ボスに、給料を中間搾取されていることは知りつつも、ある意味では便利な制度だったわけです。この制度を変えることは非常に難しいことだったのです。そこで、労組の指導部が日本人会の改革に乗り出しました。しかし結局決裂します。そして鈴木や
労組役員は日本人会を脱会します。結果として、労組は多くの会員を失いました。1925年、日本政府は治安維持法を制定して労働組合や社会主義者に大弾圧をかけ始めています。こういった日本社会の右傾化、これがですね、カナダにも及んでいたのではないかと思います。聞くだけならそれは解除しなくていい。ビデオも、オフになってるなら。ミュート、お願いします。一方、カナダ国内では労働組合の横のつながりが大きな力になっていきます。1927年には日本人労組はTLC、トレード&レイバーカウンシル、労組の支部として承認されました。1929年、日本の国会議員の安倍勲がバンクーバーを訪問しました。安倍勲というのは、野球が好きで野球部を早稲田に作った人でも知られていますけれども、安倍は牧師であり、当時の社会民衆党の党首でしたが、日本人労組とそれからカナダ人の労働組合が共同で歓迎会を開いています。ここに社会主義者たちの、間に国際的なつながりがあったことが見て取れます。これは画期的な進歩だったと思います。1930年代に入ると、オーシャンフォールスの製紙工場では、日本人と白人が一つの合同組合を結成して賃上げ闘争に成果を上げており、さらに TLC はカナダ生まれの2世に対する選挙権の要求を満場一致で、可決したと、佐田種次というのかもしれません。佐田委員長が日刊民衆に発表しています。2世オタワ陳情団ですね。1932年、カナダの労働組合の指導者たちは、キリスト教的社会主義を背景とした CCF、Cooperative Commonwealth Federation、共同連邦党と訳されているようですけど、これを結成しますが、彼らは人種差別に真っ向から反対し、アジア系コミュニティの支援に乗り出します。その良い例がここにあるですね、1936年の2世陳情団のオタワ連邦議会への派遣です。CCF の国会議員アンガス・マキニス、それからジェームス・ウッドワース、ウッドワースはこの2人ですね。この2人は米国の大学で教えていたサミュエル・早川2世です。2世カナダ人でしたけれども、彼が米国に移動していたわけです。米国の大学で教えていたサミュエル・早川をリーダーとして、スティーブストンの小学校教員、ヒデ・兵道、彼女は日系人で唯一の公立学校の教員となった人ですが、彼らを含む4人の2世をオタワに送りました。ここに CCF と日系2世たちの協力体制が見て取れます。この選挙権を求める陳情団は失敗に終わります。しかしながら2世たちが日系社会を代表するまでに成長したことを示す象徴的な出来事でした。同じカナダ市民であり、同じ税金を払っていながら選挙権がないことは、すでに一つの抑圧であり、差別制度であると2世たちは分かっていたのです。スライド8ですね。OK。当時の2世の日系総人口に占める割合は、1921年の26.6%、当時は日系総人口が16,000人くらいですね。それから10年後の1931年には 50% 近くまで上がっています。これが2世が占めている割合です。さらに1941年には 59%、総人口23,000のうち 59%
6割近くですね。2.5 倍近くまで増えていました。2世たちはカナダの民主主義教育を受けて育ちました。1931年に、日系義勇兵の生存者たちに、投票権が与えられましたが、それは一代限りという条件がついていて、義勇兵の子供たちには、成人しても選挙権は継承されなかったわけです。そして、BC 議会はフランチャイズのエクステンションはありえないとはっきり突きつけてきたようです。これに抗して BC 大学の2世学生たちは白人の弁護士たちの協力のもと、差別問題と取り組み始めました。そしてそれは JCCL 日系カナダ人市民連盟に発展していきます。1936年、2世たちはシャーウッド・レッド弁護士を招いて、このシステマティック・レイシズム、言うならば体制的人種差別ですね。とは、具体的にどういうものであるかを学ぶ講演会を開いています。当時は公職へのアジア系の雇用は法律で禁止されていましたが、法律では何も触れられていない職種にしても、現実には慣例として雇用はありえないという見えない壁があったのです。一例を挙げると、BC 大学の法学部ではアジア系の学生は受け付けてはいませんでしたが、これに抗してある中国系の学生が英国に留学して弁護士の資格を取って BC 州に戻ってきたそうです。しかし結局、弁護士の仕事には就けなかったと、いうことをレッド弁護士が語っています。少数派が主流社会の慣例を破るというのは極めて難しいことだと思います。その意味で、2世、ここに写真が写っているサミュエル・早川教授は、マジョリティの、壁を、一人で見事に突き破った人だと言えるでしょう。ちょっと脱線しますけれども、時代は下って1968年、サンフランシスコ州立大学が黒人に対する差別反対を訴える学生により占拠されるという事件が起きました。年配の方というか70以上の方は、映画いちご白書って覚えてらっしゃいますストロベリーステートメント。これの舞台となった事件ですけれども、この時言語学者の早川が学生運動の火消し役として学長に就任しました。彼は学生との団体交渉にたった一人で、出かけていったのです。そして壇上に立ち、学生と口論になった時に、激高してですね、拡声器を叩き壊して学生たちの度肝を抜いたという武勇伝が残っています。実際ね、コードを抜いて、ものすごい雑音がしましたね。これ YouTube に載ってますから、ご覧になってください。この一件で、彼はサミュエルではなくてサムライプロフェッサーだという異名を取ったと言います。ただし、この事件の後ですね、早川学長は米国で初めて、エスニックスタディを大学の授業に取り入れたという人です。1976年、彼は共和党から選挙に出て上院議員になっています。で、一方で、ジャズの評論家でもあったという多彩な人でした。1920年代、30年代を見ていくと、二つの世界大戦の狭間にあって、多くの日系人がカナダ市民であるという自覚と忠誠心を築き上げていった時代だということがわかります。その意味で、白人と日系人が一緒に楽しんだ野球だとか、テニスだとなど、スポーツの果たす役割は非常に大きかったと思います。また、スポーツは若い2世たちにとっては男女の出会いの場でもあったわけです。トロント在住の帰化2世、宮西正道さんによると、1933年に2世たちが集まって、この富士スキークラブを結成し、自前のロッジを日曜大工で建てて集まっていたといいます。この後ろに写っている
建物がその彼らの建てた路地ですね。宮西さんは、トロントのイーストエンドにお住まいでした。実は、うちのすぐ近くだったもので、ご近所付き合いをしていましたけれども、ご自身はカナダで、生まれていますけれども、この、滋賀県で彼は育ちました。小さい頃はいつも琵琶湖で泳いでいたそうです。1933年、21歳の時にバラード湾を横断する水泳大会に白人の友人に誘われて出場したと自慢げに語ってくれました。これがその写真です。これを誰が撮ったかというと、こう伴走するようにというか一緒に、ボートをたくさんの2世たちが漕いで行ってですね、彼に頑張れ宮西と声をかけていたんだと思います。スライド11。はい。一方、日本の国技の柔道にしても、日本人だけのものではなかったことがわかります。機動館という道場を昭和クラブという、賭博場です。賭博場の支配人をしていた森悦司が経営していました。そこでは、RCMP、連邦警察の警官たちがいつも柔道を教わっていました。1931年、カナダに不法入国し滞在している日本人2500名を連邦警察が森の協力のもと検挙した事件がありました。そんな背景があってですね、森は連邦警察から非常に信頼されていたわけです。一方で、1941年10月、日本が日独伊三国同盟を結び、米国がくず鉄の日本への輸出を禁止したとき、森は自局委員会を名乗って日本人会を通じてくず鉄だとか、医薬品などを集めて日本に送っていたと、県足立は、彼の本に書いています。これは領事館が森に委託したことであると、戦後になってですね、ある元領事が書簡に書いています。つまり森悦司はカナダ政府とそれから日本政府の両政府に通じていたことになります。戦争に飲み込まれていった2世たち、ここは、ほんの一例だけ挙げますけれども、ほんの数例だけ挙げます。野田為夫、中西健、中村聡、上野一馬。これ、一馬っていう漢字が残念ながらわかりません。東忍ですね。13。帰化2世の宮西さんは1937年に友人と2人で、日本に行き、親友の野田為夫を訪ねています。野田は朝日チーム選手として1935年まで、活躍していました。その彼が日本に戻り、兵役に服していたわけです。軍服姿の野田が友人の小林勘三郎、これ前に座っている人ですね、と一緒に写真に収まっています。ところが、この写真を撮ったその直後にですね、日中戦争が始まった。7月のことですね、確か。宮西さんは徴兵されることを恐れて、カナダの出生証明を見せて、辛くも日本を脱出したと語ってくれました。一方、野田伍長は翌年、中国大陸で戦死いたしました。驚いたことに、野田伍長が戦場を行軍する姿を宮西さんが、パウエル街で上映された、ニュース映画ですね。ニュース映画を見て、いるうちにその中に彼を発見したそうです。そのフィルムを野田のお母さんが
形見として、買い取ったと、彼はおっしゃってました。そして1942年から45年まで宮西さんと家族はこの左のこの写真ですね。これは宮西さんが撮った写真ですけれども、このスローカンのベイファームに収容され、46年に、送還船で滋賀県に戻ってきました。次、中西健さんですね。この写真、これは1933年の朝日チームのターミナルリーグ優勝記念の写真の一部です。選手はこの2倍の人数が登録されていたようです。ここに写っている、健中西、この真ん中の人ですね。もう1934年に広島に戻って徴兵され、中国大陸に送られました。そして重傷を負い、最終的に広島の病院で1944年に戦病死しています。県中西の甥にあたる中西照夫さんが横浜の移民資料館でボランティアガイドをなさっていらっしゃるときに私お目にかかってインタビューさせていただきました。この上の段のこの右端の K 野田というのがライトフィールダーって書いてますね。右翼師を県野田。この人が先ほどの野田伍長です。次。それから中村聡ですけれども、1910年代の後期に朝日チームでホームラン王になった人です。彼は肩を壊して野球をやめた後、バリトンの声を生かして歌手になり、日本に行ってスタンダード歌手だとか、役者として戦後も活躍した人です。彼のライフストーリーは息子さんで、漫画の原作者として知られる寺島優さんが本にしています。そして、この右側のカズマ上野さん、カズマ上野のストーリーは、彼のライフストーリーは1970年代に日系人の雑誌、3世たちが作った虎という市場で3世のマイク村上がインタビューしています。上野は1940年の暮れ、BC 大学で建築学を収めた直後に領事館から奨学金を獲得して日本へ向かいました。が、翌年彼は満州に送られて日本の国策ラジオで英語アナウンサーとなり、その後上海に赴任して終戦まで新聞記者をしていたそうです。彼はそのインタビューによると彼は冷めた目で戦争を見ていたようです。日本軍の支配下にあった上海では妊娠中の中国人女性の下腹部を蹴飛ばす日本兵を見た時のおぞましさを語っています。戦後は東京で英語雑誌の編集などをしていました。はい。そして東忍さんです。彼は1915年に日本で生まれて2歳の時に宣教師の父に連れられてカナダに来ておりますが、BC 大学の学生の時に、先ほど名前の出た JCCL 日系市民連盟で、書記をしていたことがあります。その後、1938年にニューカナディアンという新聞をトム庄山や江戸大内などと創刊したとされています。ところがその直後ですね、創刊した後、直後に大連マンチュリアという英字新聞に職を得て、彼は翌年1939年に中国へ向かっています。すべてトム庄山に任せて、編集長をトム庄山に譲って、そして行ってますね。戦時中に妻を結核で亡くし、彼自身は日本兵として戦場に送られました。終戦とともにソビエト軍の
捕虜になっています。1948年、ようやくシベリアから日本に戻ってきております。戦後は一転して AP 通信、アソシエイトプレス通信ですね。AP 通信から始まり、最終的に共同通信の東アジア局の要職に就いています。お分かりのように、この東忍とそれからトム庄山は戦時中は東は日本軍兵士、それからトム庄山はカナダ軍の通訳官として、敵味方に分かれて戦っていたということになります。次、17番お願いします。ところで、ニューカレディアン新聞は、東や庄山などが金を出し合って、2世の声として創刊されてきましたが、実際にはですね、日本領事館が極秘裏に東ら5人の2世を雇って、日本政府のプロパガンダ新聞として創刊させたというのが真実のようです。というのは、当時の小川徳助あるいは則助ですかね、副領事が1972年にトロント在住の2世の沖広光一郎さん、私もよく存じ上げてますけれども、沖広さんに書き送った書簡でそう告白しているからです。当時は日中戦争が拡大して日本に対する風当たりが非常に強くなっており、これに対する緩和策として、領事館との関係は極秘として5人の2世を役所と使い、閉じ、日経商店を通じて、広告掲載料などの名目で、毎月$300を支払っていたと書簡に書かれています。これは2007年に出版された、この左の、これ右ですね。右の、菊池隆育著、岩手の先人とカナダ人に、書かれていることです。左の、この著者が、左の人が、菊池教授です。著者は沖広さんから直接この手紙のコピーを入手したそうです。これはこれまでの NC は、ニューカネディアンは2世が単独で創刊したという定説を覆す事実です。ただし、こういった国策英字新聞というのはですね、各国で日本政府が資金を出して発行していたことも確かです。創刊者とされる東忍にしても、中国で発行された英字新聞は日本の国策新聞の一つだったわけです。東は最初から日本政府に雇われてニューカネディアンを創刊し、そして翌年には満州にもっと良い条件で向かって、違う新聞の編集に当たっていたということになります。この著者の菊池教授は僕とのインタビューで、沖広さんとは、迷惑がかかる恐れのある人は、存命中には公表しないという約束で書簡を預かったそうです。ここで言う迷惑がかかる人とは、当時は公職にあったトム庄山のことでしょうが、彼は2006年に他界しております。菊池教授は庄山が他界した後に出版したということになります。ただし、菊池教授は、我々はカナダ人であると主張しても、現実に受け入れてくれないカナダ社会に絶望して、日本志向に走る2世がいた、たのであろうと。そして、東もその一人ではなかったのか、としています。これら2世たちは、日本領事館から金を引き出し、日系カナダ人の権利獲得と
地位向上の運動のために貢献したことを誇りに思っているのではないだろうか、と書いていらっしゃいます。その論拠として、領事館の意向に関わりなく、カナダ人としての正論をニューカナディアン市場に貫き通したと書いています。結果としてニューカナディアン新聞は日本政府の国策新聞の一つとして創刊されましたが、結果として2世たちの手玉に取られたことになるだろうと菊池教授は結んでいます。2世たちはカナダに忠誠を誓い、主流社会に受け入れてもらおうと努力しましたが、決して受け入れられることはなかったわけです。そして真珠湾攻撃の後、強制収容が始まったときに、成人男子と家族を別々にして収容するという政策を強行したカナダ政府に対して、これは人間として許せないと、身を挺して抵抗したのも2世たちです。2世たちの家族集団移動運動だったわけです。真珠湾攻撃の後の流れは第6回目のセミナーに譲りたいと思います。以上です。はい。次、ゲストコーナーです。今日はゲスト、サリー在住の大草博和さんにご登場願います。大草さんは1946年に長野県で生まれ、東京で育った方です。1974年にカナダに移住して酪農場で働いた後、ガーディナーとして、造園の仕事を長くなさってきた方です。そしてご自身の住むサレーですね、サレー市に大きな日系人の共同体が戦前あったことを知り、その調査に乗り出したそうです。今日はその一部を PPT にまとめて発表していただきます。よろしくお願いします。タイトルはこういうふうになっておりましてですね、主に戦前の日本人の農家がですね、フレーザーリバーを流域を中心に開墾しているんですね。で、その話を今日はさせていただきます。ご紹介に預かったんですけど、一応東京で生まれておりますけど、大学の終わった後、どこも就職したくなかったんで、瀬戸内海の小島に行って農民塾があったんですね。で、それは戦後の香川豊彦という人がクリスチャンでおられましたけど、その人の影響を受けた藤崎誠一という方がですね、家族で手島というところで農民塾をやっておられまして、そこで1年いました。で、そこでカナダの農場で人を探しているということで、私はカナダにやってきたんですけど、もう当時27歳で、まずトロントの方に行きまして、酪農家に入りました。で、その後いろいろあって、バンクーバーの方を移って、UBC で2年ほど勉強したんですけど、どうもついていけないんでやめました。ということで、その後、造園家の方になって、造園業を続けて、現在サーリーでですね、ホビーファームみたいなもんですけど、ごぼうとか日本の梨を中心にやっております。ということで、自己紹介終わりましてですね、次に本題に入っていきます。私の場合、話し言葉ですね、このことについて書いた小さなエッセイみたいなのがあるんで、話し言葉と書き言葉とちょっと混同していく可能性があるんで、そのことちょっと、ご留意ください。まず、この写真見ていただくとですね、だいたい数えるところで50人ぐらいいますかね、50人弱。で、これが日系人のイチゴの収穫風景なんですね。イチゴというのは地面に這いつくばってやる仕事で、植えるのもそうだし、雑草取りもそうだし、収穫もそうですね。現在のイチゴっていうのは棚の上に置いて水で栽培して、
グリーンハウスの中でやって楽ですけど、当時のイチゴっていうのは、こういう感じで、しかも各村で集まる感じですね。共同体で集まって順番に各農家を回っていたんでないかと想像されます。でないとこんだけの人は集まらないですね。で、こういうイチゴがさっき田中さんの方で紹介されたいちごジャムになるんで、第一次大戦のこれは好景気だったんですね。でそれがまた噂になって、日本人の農家が増えていったっていうことが理解されます。まあ、戦前、直前で約560件、日系農家があったというよりは、相当な数までいっていますね。で、次お願いします。まあ、当時、ご存知のように、トラクターっていうのは、ある程度あったんでしょうけど、基本的にこの馬を使って農作業をしていますね。これで2馬力っていう感じでしょうかね。で、現在のホースパワーって言い方しますけど、馬の馬力ぐらいで数えるんでしょうかね。現在トラクターっていうのは、私の持ってるんですよ。40ホースパワーっていう。40頭分の馬力あるかどうかわからないんですけど、こういう感じで、作業されていたようですね。で、次お願いします。それはですね、ちょっと開墾ってことなんですけど、これやっぱりちょっと読ませてもらいますね。定着型農業を営むには固定した農地が必要になる。しかし、農地というのは最初から耕作地であったわけでなく、大自然の一部を切り取り、人間に都合の良いように整備しなければならない。戦前、その農地の開墾、整備という仕事に多くの日本人がフレーザー川沿岸で果敢に挑んだ。それは年月を経て深く根を張った原生林と裸一貫の移民たちとの戦いであったと言っても過言ではない。開墾してその耕作地に1年をかけて作物を育て、しかもそれを販売して生計を立てるという、この時間と根気をかけた労働には、想像を絶する困難があっただろうと思いをする。ましてや戦前においておや。戦前にやったってことはやっぱり、ブラジルの原野開拓っていうのは有名ですけど、カナダでこういうことがあったっていうのは割と知られてないんじゃないかというのが私の印象です。現在映ってる画面はですね、これは私が参考文献に使った本なんですけど、私の場合これは二次資料ですね。決して一次資料にあたってはやっておりません。読んだ本を集めて、組み立てていきました。で、この一番左が平に農会誌ですね。これは山賀康太郎さんということが書いたんで、この場合役者は橋爪さんですね。で、右側はですね、この橋爪 T って書いてありますね。田三郎さんですね。ウィリアム、こちらのはウィリアムですね。2世ですね。この人が書いた本で、ミッション。後でまた、紹介しますけど、フレーザー川かなり上流に登った、スティーブソンから見れば上流に向かったところにあります。で、この表紙に注目していただきたいんですけど、この点線で書かれたものが右側の写真ですね。この原生林のところに現在の、これは修道院です。ウェストミンスター・アビーって修道院が建っていて、これは一つの逸話があるんですけど、橋爪さんの田三郎さんの奥さんがここを訪ねていって、私たちの耕した土地だったってことを話したんでしょうね。そしたら修道院の委員長が、田三郎さんのお墓をここに置くことを許可したという逸話があります。はい、次のページをお願いします。で、他にはですね、
もう一つ左側の本がこれは Who was Who。これはマイケル・ホシコっていう方が書いたんですけど、かなりアメリカで、PhD なんか取ったりして、プロフェッサーやって方ですけど、この人はサーリーで生まれて育って、この本の中にはですね、サーリー・デルタの日系人の写真、住所など細かいデータがたくさん詰まっています。郷土史を、自分で生まれた場所の郷土史、英語版で書かれているので、貴重な本だと思います。で右側がですね、これが新保光さん、有名な本だと思いますけど、この本が書かれたのは1972年で、まだ一世の方がおそらくだいぶ残っておられたんですね。ですからそういう意味でそういう人たちの話を聞いて書かれているので、必要な本ではないかと思います。今、一世の話聞こうと思っても探すのが大変ですよね。もう90過ぎになっておられるんで、そういうことを考えると貴重な本ではないかと思います。次お願いします。さあ、そのフレーザーリバー、フレーザー川なんですけど、BC 市に住んでおられる方は大体わかると思うんですけど、バンクーバー左側の上ですよね。下がリッチモンド。で、サーリーと。で、この真ん中にストロベリーヒルってありますけど、これは後でまたゆっくりお話ししますけど、次のページの方がわかりやすいと思うんで、次の方をお願いできますか。大体ミュニシパリティですかね。こういう感じでなってきますね。バンクーバー始まってリッチモンド。デルタにも農家が開墾し、サーリーですね。でこれはフレーザー川南ですね。で、北側に行きますと、ここ言ったらピットメイドですね。4、5年前、ピットメイドの農会のビルディングが売りに出てたのを私覚えてますね。それからメープルリッジ。ここじゃヘイニーとか、ホーノック。いろんな小さい地区に分かれてるんですけど。で、次に紹介するのは右側のミッションですね。これは先ほどの橋爪さんが生まれて、現在その右の東側の端ぐらいには例の修道院があります。かなり起伏のある丘の平らじゃないですね。で、BC 州ってのはほとんどは山なんですね。飛行機に乗るとわかりますけど。このフレーザーリバーの流れに沿って、やはりデルタというんですか、肥沃な土地があって農業ができるということで、それとともにですね、このハイウェイ7、道路が一本走ってたんですね。やはり農作物作っても売らないと意味がないわけですよね。道路があるというのは大きな条件だったと思います。この川の北と南にリッチモンドのスティーブストンから始まって、だいたいミッションまで100キロぐらいですかね。そのぐらいの間で多くの、日本人が開拓されたと考えられます。だいたいどうやって開墾していったかということをちょっと読ませてもらいますね。農地従事希望者は比較的安い原生林の土地を自分たちで開墾して農場主になったものが多かったということである。当時、今のような大型機械があるわけでなく、大きな木はダイナマイトを使ったり、あるいは、下に穴を掘って2週間かけて焼き切ったと言いますね。そしてそれがお金がない場合は、シャベル、あるいはピックです。ツルハシですね。手道具で原生林を切り開いたようである。はじめに3分の1程度の支払いをして、残金は3年から5年をかけて返済したという。春から夏にかけては、酒漁に出て稼ぎ、借金を返済しつつ、
冬は戻ってまた開墾したという生活パターンで、やっと自分の土地を手に入れた人々も多かったという。だいたい購入価格は未開墾地で鉄道から2マイルの範囲では1エーカー50ドルから100ドルということだったんですね。今の何千倍か2000倍かちょっとわからないんです。そして開墾するのにですね、1エーカー4ヶ月から6ヶ月ですね。で、この人たち持ったのはだいたい5エーカーから10エーカー、多い人で20エーカーですからね。約1エーカーに4ヶ月かけるとすると、10エーカーですと40ヶ月ってことになりますよね。相当な時間かけてやっていったと思います。で、それは開墾の費用の方が土地の価格より高かったみたいですね。で、開墾した後は、イチゴ、ポテト、ルバーブなどを植えたという感じですね。で、未開墾地の土地の方は、3分の1から2分の1の値段で買えたようです。ということで、次のページをお願いします。ミッションですね。これはちょっと注目していただきたいんですけど、後期2600年ですね。後期というのは、神武天皇が即位した年を元年として数えてですね、明治政府が作ったものだという文献に書いてありました。約紀元前660年を後期元年としたようですね。ということで、後期2600年っていうのはあちこちでお祝いをしたみたいです。この写真に見えるようにですね、ミッションでもこんだけの人、農会ですね。協同組合として、存在していたところで、見てお分かりのようにきちんとしていかにもこの時代の人々であったような感じですね。次お願いします。で、ミッションの例を取ってみますとですね、一つの市ですね、これ。東西、横幅で見ますと約6マイルですから、約9キロ、10キロですね。縦が4マイル。1.6 倍すると約6キロぐらいですかね。これ一つの今ミッションシティの中で黒が日本人の持っていた土地です。こんだけの土地を持っていたんですね。多分まとまると4分の1ぐらいは持っていたんじゃないかと。こんだけの土地を開墾して、全部は開墾してなかったと思うんですけど、ミッション一つを取ってこんだけの土地があったってことですね。この1マスが160エーカーですね。まずちょっと想像しにくいと思うんですけどね。160エーカーっていうのは、もちろんアルバータとかサスカチューンの方行くと、全然スケールは違うんですけど、BC 数では相当な大きさだと思います。これがミッションの日本人の持ってた土地の大体の、これ本に書いて4ページに分かれたんですけど、私が合成して一つの地図にまとめて、で、自分でもびっくりしたんですけどね、こんなにたくさん持ってた。次お願いします。次は、2番目の例としてですね、ストロベリーヒルですね。先ほど出ましたね。大変ロマンチックな名前で、ストロベリーがあったんですけど、ストロベリーヒルと呼ばれるぐらい日系人が固まって住んで、イチゴを作っていたということですね。で、このストロベリーについてちょっと説明しますけど、先にもう一つ下の地図をお願いします。これをよく見ていただくとわかると思うんですけど、これはサーリー市の一部なんですよね。ほんの一部なんですけど、この番号が振ってありますね。で、左側に番号、持ち主の名前が書いてあります。全部日本人です。これだけ固まって住んでいたということですね。
一つの立派な村を形成していたということがよくわかると思います。それで、この下の小さな麻酔に入ったのがありますね。これはですね、現在区画整理してこんだけの住宅が建ったということですね。ちょっと数えても、それがちょうどこの上の三角の頭ありますね。それを拡大したのがこの図ですから。これだけの土地を持っていたら、で、この部分だけでこんだけの住宅地ができたっていうことですから、いかに大きな土地を持っていたかってことがわかると思いますね。で、ストロベリーに関してはですね、ちょっと記述を読んでみますね。ストロベリーの、1928年 BC 州農業省の統計から見てみます。ベリーの栽培面積の比較でしますと、この統計によると、ストロベリーの日本人の耕作面積は白人のそれと比べ2倍くらいであるが、生産量はその比例以上に多く、フレーザー川流域の 80% 以上のストロベリーが日本人の農家から出荷されていた。これはいかに日本人の農作業の技術が優れていたかを証明している。また、耕作地の大きさを比べると、白人が1273エーカーで、日本人は1599エーカーですね。日本人はちょっと大きくなってます。で、日本人農家の数は半分なんですね。開墾した面積でもその比例をしのぐ大きさであり、いかに勤勉に開墾を続けたかがわかる。その後、第二次大戦開戦までに日本人の所有した土地は飛躍的に増えたと考えられる。両者の統計を比べてみると、この13年間に農場の数は111軒増え、しかも所有した土地は一気に7309エーカーを増やしている。一つの農家が2、3の離れた農地を持つことも珍しくなく、その労働力の不足を補うため、日本からの指輪せが盛んになり、そしてピクチャーブライドなどと呼ばれる写真による花嫁の寄せも増えていった。土地を持つ者が労働者を呼び寄せることは、1908年以降始まった日本人移民制限400人1年ですが、の対象にはならなかったということですね。で、この栽培、イチゴの他にですね、日本人はビールのホップの栽培に乗り出したんですね。で、共同でホップの乾燥工場を作ったりしたんですけど、多分それは戦争が始まる3年前に完成してますから、ほとんど使わないで、終わってしまったと思いますね。イチゴとホップの収穫時が違うし、ホップっていうのは育てやすい植物のようだったですね。ということで、次のページをお願いします。やっぱり共同体になるとですね、リーダーの存在っていうのは大きいと思います。大きなパイオニアとしてのリーダーの存在なくして、やっぱり共同体っていうのは出来上がらないし、核になる人がいたと考えられますね。ここで紹介するのは、ただ2人だけですけど、これだけの農会ですか、農業共同体、今の農協みたいなもんですよね。があるんですが、各地に無名のリーダーが存在したということは十分考えられます。まず、有名な方としてですね、井上二郎、奥さんが金さんですね。で、ヘイリーというのはさっきのメープルリッジですね。ちょうどあるんですけど、そこに、1906年に入植されました。この方は佐賀県出身で、鍋島藩士の息子として育って、早稲田大学で出て、その後、ヨーロッパなども行ったりして、かなり英語力もできる
力のある人だったという話ですね。その人がわざわざ兵にイチゴ農家として率先して入植したということは興味深い話だと思います。で、この兵にの英語で書いてあるのを兼ねて下に平寧村の村長という異名があったという話ですね。それだけ日本人だけで固まらないで白人といろいろな相談してやっていこうというのが信念であったようですね。それで、この方が井上二郎さんで、あとはですね、もう一人の方じゃあご紹介しています。次の山川康太郎さんですね。この方は、先ほどの変に農会集を書いた方ですけど、いろいろ、読んでみますと、活躍された方ですね。広島県出身の方ですね。で、井上さんよりは18歳ぐらいですかね。あと、若い感じですけど、入植したのは1908年ですから、2年後に同じ場所に入植、兵にしております。で、最も有名なのはですね、トロント郊外に日本庭ホームといってですね、独身で最後行く場所がない方の日本人の人たちのホームを創設して、資材を投げ打って創設したという有名な方ですね。この人の逸話はいろいろあって、あるんですけど、やっぱ特筆しておかなければならないのは、インターメント、強制移動で没収された時にですね、政府から頼まれて土地の区画を査定する委員になるように頼まれたんですね。で、これは3人ぐらい選ばれたみたいですけど、白人の方の没収する方はもうものすごく安く2足3本で叩いて値段出して、この人はもちろん自分たちの立場を主張して正当な歯科を要求したみたいですけど、もちろん最終的な価格はその一番安いどうしようもない2足3本の値段に決まったようですけど、そういうことで、そういう委員会に入っていたことで、後々日系人の間から非難されるっていうようなこともあったみたいですけど、この人の立場にすれば、将来返してもらうために、あえて自分は、家中の栗を拾ったという感じですかね。そういう方みたいですね。じゃあ次お願いします。で、この日系人のですね、増えた背景、時代背景は、ここに書いてある通りなんですけど、先ほど話した560個に達したんですね。やはり日本人はある程度、どんな職業についても土いじりは上手なんじゃないかなと私は思うんですけどね。私自身も東京ですけど、ガーデナーになって、現在農場をやっておりますけど、うまいとは思わないんですけど、なんとかやれますよね。で、農村部っていうのは当時の漁業のなどに比べて人種差別が比較的少なかったということがあったみたいですね。歴史的な背景では1907年の白人による日本人外、中国人外への暴動がありましたね。で、翌年、レミュー協定が結ばれて、移民者が制限された。そういう中で、最初に入植したのは1906年とか8年ですけど、それ以後1920年ですか、22年ですか、先ほど田中さんがやっておられました。漁業権のライセンスが 40% 削減されたんですね。で、やっぱり日本人は海から陸に上がってきてですね、当時、漁業から、伐採、それから森林の伐採、それから
木を確保するミルですかね。製材業に入った人も多かったみたいです。それと、農業関係に、このイチゴの景気のいい話を、ちょっと遅かったんですけどね、一次大戦終わって。でもやっぱり、その影響があったんでしょうね。たくさん農業に入ってきたですね。あと忘れてはならないのは、ガーデナーになる人たちね。約100人以上はガーデナーになって、この人たちはもう第一次産業ではなく、第三次産業、サービス業になるんじゃないかと思いますね。で、ガーデナー協会のことはまた後でちょっと触れます。と、共同体と当時の良きリーダーの存在ですね。やっぱりリーダーの存在っていうのは大きな要素ではないかと思います。次お願いします。なぜ共同体か。やっぱり人間っていうのは逆風に会うとそれだけ強くなるみたいですね。でこういう、言葉も守らないところでは、やはりお互いに助け合って先輩から後輩が技術を学んでいくと。で、一つの防波堤を共同体で作り上げていたと思いますね。で、反面やっぱりそれはある程度排他的にならざるを得ないということは否めないですね。で、村の特徴としてはですね、日本人はやっぱり結構議論しますね。長いです。で、なるべく多数を持って決めると。こっちのミーティング、私も剣道関係で団体に所属しておったんですけど、カナダ剣道連盟ってのは1000人ぐらいメンバーいましたけど、もうやはり 80% ぐらいが日本人じゃなかったですね、当時。そうするとやっぱりイエスのノーでどんどん議事進行していくんですけど、私の経験でガーデナー協会で行きますと、12時過ぎまで理事会をやって、それから一杯飲み行ってまた話すという感じで、長く話して、だいたい線を出していくっていうような、こういうような物事の決め方っていうのは、今も続いているんじゃないかと、私は思っています。次お願いします。ということですね。ざっと戦前のあれを追ってきたんですけど、現在そんなのはどこに残ってるかなっていうことで、ちょっとドライブしてみたりして、で、写真を撮ってきたんで、それをお見せして終わりたいと思います。次お願いします。これはサーリーの詩にあるですね、名前が見てお分かりのように、ストロベリーヒルライブラリーですね。地名としてきちっと残っております。で、この右にある白い表示板がですね、ここにさっきの写真が、農会の写真が、写真板として埋め込まれていて、一応日本人のことは書いてあるんですね。ただこれだけですね。先日サーリーの市のミュージアムを私で来て行ってみたんですけど、一言も日本人の開墾したとか農業に関して触れていないんでびっくりしたんですけど、ね、これちょっと行って交渉しなきゃいかんかなと思っております。これが一つですね。その次お願いします。これがですね、先ほどのミッションで紹介した開拓者の名前がですね、ミッションはですね、道路を新しく農地をサブディバイドしたときですね、道路の名前をどういうのにしようかということで、最初はみんな英国系の名前だったんですけど、その中の一人、委員会の一人がですね、よく調べたら、この土地は日本人が開墾したということで、日本人の名前を残すべきだということですね。これだけの、今も皆さんこれ Google で見れば出てきますけど、例えばですね、9つのストリート、
藤野ストリート、橋爪テラス、伊藤プレイス、工藤ドライブ、国本コート、ステンダーコート、鹿瀬コート、田中テラス、大勢プレイスっていうので、ここはまとめてこういう名前が残ってるっていう表示ですけど、Google で行けばこれは出てきます。で、現在もミッションはこういう形で日本人の名前が道路残っております。次お願いします。これはまあさっきのミッションよりちょっと西、メープルリッジというところにある、まあヘイニーですよね。ヘイニーっていうのは先ほどの井上さん、山川さんたちが開墾に入った場所ですけど、ここに農会パーク名付けられたパークがあるんですね。で、何の変哲もない公園なんですけど、このやっぱり白い表示板にですね、農会の説明が一応あります。でこれも二月前ぐらいに行って撮ってきた写真なんですけど、農会パークっていうのはまあ、こっちの人が言うのはどういう意味かさっぱりわかんない。普通の日本人が言ってもなんだろうと思うんですけど、これを漢字で当てはめるとよく理解できるっていう農会パークというのがあります。で、次お願いします。で、まあ、私もこれにこの団体に所属するんですけど、戦前から続いてる職業団体としては、やっぱりガーダナー協会っていうのは唯一の職業団体、戦後も続いているという意味で唯一の団体だと思います。もちろん、インターメントで切れてますよ。約9年近くの空白があるんで、団体としては完全にはつながっていませんけど、戦後始めた団体としてですね、UBC にある新戸部庭園の時に結成されて、1959年ですね。で、完成したのは1960年ですけど、当時の日系コミュニティが、戦前からガーデナーを集めて、有名なロイ・スミさんですね。あの人を中心にして、日本から千葉大学って今も昔も造園のメッカですけど、森勘之助先生を呼んで、森先生が1年4ヶ月栽培して、黒を重ねして作ったのは新戸部庭園ですね。今はもうちょっと桜終わったかもしれないですけど、一番綺麗な庭で、多分ノースアメリカで1、2を荒らす名園ではないかと私は思っております。で、これが教会の60周年を祝った記念誌ですけど、来年65周年を祝うという形になっておりますけど、まあやっぱり年齢的なもんですね、新しい移民が日本から来ないので、だんだん小さくなってきていることは小さくなってきております。ということで、これで最後になりますでしょうかね。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。奥佐さん、田中さんも本当にありがとうございました。はい。ストロベリー、フィルって、サリーってまだ今、たくさんイチゴ農家さんがいらっしゃって、夏になると、そこにみんなイチゴ、取りに行くんですよね。何ですか、最初の開墾者が日本人だったって、恥ずかしいですけど、私初めて知りました。ありがとうございました。はい。今はブルーベリーが多いです。なるほど。はい。聞こえますよ。僕、声入ってます？入ってますよ。はい。奥佐さんが紹介してくれた一生をもって終われるごとく、この本ですけれども、72年に出版されたっていうのはちょっと早すぎるなと思って、チェックしましたけど、75年ですからね、第一冊が。そうしないとちょっとね、なんていう、グラントの、もらった年だとかなんとかあるので、ちょっと合わないので、ですから75年ということで間違いないと思います。はい。はい、ありがとうございました。それでは、ゆしくさん、質問コーナーに移りましょうか。はい、早速お願いします。あともう、時間ないですね。はい、時間がね、迫ってるんですけど、皆さん、時間、許される限り、いらっしゃってください。
そんな感じでいいですか？では、はい。今日は、質問コーナーで、伝坊さんと西真理子さんに、質問コーナーの方をお願いしたいと思います。真理子さん、伝坊さん、何か質問、チャットボックスの方から拾っていただけるでしょうか？はい。ゆうすけさんにね、はい。 4つ質問が来てます。はい。で、1933年の富士スキークラブのロッジはどこに建設されたんでしょうか？一つ目です。僕詳しくないんですよ、BC の方はね。グラウスマウンテンだったっけ？そんな名前の山がありますよね。そこだと僕は思います。グラウスっていう名前が、宮西さんよく知ってましたから、出して。はい。はい。二つ目です。ミスター早川はカリフォルニアユニバーシティのプレジデントだったでしょうか？ 1960 年代に。68年にサンフランシスコステイトユニバーシティです。Google をで見ればわかると思います。黒人差別問題で、かなりの間、ストライキで、閉鎖されているという、その舞台になったところですから。はい。で、三つ目の質問ですが、藤村さんからの質問で、広島県加茂出身者で、上野、律和さんですかの長男は上野和丸さんですかという質問です。それわからないですね。僕が知っているのは上野和馬というのは、英語のスペルで書いてありましたから、和丸ではないと思います。彼は、ニューカネディアンの記者もしてました。ですから、ニューカネディアンを見ればですね、彼の名前も載っているわけです。和馬となっているんです。その親子関係、血筋はわかりません。はい。で、4つ目の質問ですが、ニューカナディアン新聞が日本政府の出資を受けながら、2世たちが手玉に取っていたと、菊池教授が考える根拠は何ですか？日本の、いわゆるプロパガンダ新聞、他にもたくさん出てますけれども、その論調とは全然違っていて、自分たちの好きなようなことを書き続けたということが明らかだからです。はい。で、続けてですね、ニューカナディアン紙は日本に批判的な声も掲載したのでしょうか？そこのところは微妙です。そうです。日本政府に対して批判的なことも書いてあります。ただし、論調としては、最初の論調としては、トム庄山は、おとなしくここは涙を飲んでカナダ政府の言う通りに移動しようというふうに書いていたわけです。つまり、この論調はですね、森江筋と同じことなんですよ。森江筋も、おとなしくカナダ政府の言う通りになりなさいと。これは日本政府、領事館がそう望んでいたからです。つまり、日本人としてその威厳を持ってですね、従えと。なんていうんですか、混乱を起こすなということですね。ただし、その後、2世、家族移動グループの突き上げでもって、トム庄山は論調を変えます。はい、以上です。あと、大草さんへ4つコメントが来てるんですけど、はい。西さん、なんか言えます？私から言ってもいいですか？はい、どうぞ、お願いします。はい。大草さんに翔平高島さんからエールが送られてます。ははい。オフィスの、コリーグからよろしくということですね。それから、ルバーブですかね、を煮てジャムにすると美味しいですよねっていうコメントがあります。賛成ですね。ルバーブ、ジャム、ちょっと酸っぱみあって美味しいですね。はい、そうですね。私もキャッスルビューで食べたことがあります。それから、地図がちょっとスライドが小さくて見にくいという方が2人ぐらいいらっしゃった。ちょっと地図回してくれますか？はい。
じゃあそのミッションの地図、28番ちょっと。28番。はい。あ、これだ、この地図かな？その下の2つ下ですね。あ、これですか？それですね。その地図ですね。それ、やっぱりちょっと、小さすぎて見にくいですよね、やっぱり。そうでしょうね。これWho was Whoっていうのを写真で撮ってきたんですよね。さっきの英語の本がありましたね。そこから撮って、ちょっと拡大した異物になってるんですけどね。まあ、ご勘弁ください。ちょっとじっくり見ないと面白くないですよね、これはね。本当に何かとは書いてないんですけどね、相当固まって住んでましたね。はい。最後のコメントはですね、ストロベリーファームは、やはりみんな、取られてしまったんですよねっていう、めぐみさんからの感想ですね。そうなんですよね。私、ちょっと言い忘れてるんですけどね、この人たちはですね、取られてですね、大体、私の知ってる限り、アルバータのビーツの方のファームへ行ってますね。っていうのは、多分一つの大きな要素として、あそこへ行くのは家族で移動できたんです、一緒に。っていうのは、巨星道始まった当時、6ヶ月間ぐらいは、男子18歳から45歳までは、ロードキャンプに来られましたよね。で、それがうまくいかないんで、あとはそれはキャンセルされたんですけど、当時、ビーツファーム、アルバータ、サスカチュワンとか、あっちの方に行って、オンタリオを含めて、ビーツって砂糖ですよね。軍隊がやっぱり砂糖を欲しがってたんでしょうね。あそこ行けば家族で移動です。ところが行ってみたら、着いてみたらもう冬も板一枚の小屋に押し込められて、で、自分たちが着いた後、白人の農家の人たちが来て、奴隷を選ぶようにしてファミリーを連れて行ったという、選び放題で連れて行かれた。ひどいことになったみたいですね。ただ、忘れてましたけど、この人たちはやっぱり、農家の人たちはほとんどBC 州には戻ってきていないですね。ですから、時点で日本人の農家っていうのは壊滅したと考えてもいいんじゃないですかね。多分2、3の例外はもちろんあると思いますよ。ナーサリーに転校したり、水仙を作ったりして、ある程度のことは知ってますけど、だいたいこの500何件っていうのは壊滅したと。あるいはアルバータで残った人もいるだろうし、オンタリオ、モントリオールの移動した人、マニトバ含めてですね。ということで、この開校した人たちの思いをちょっと考えると、なかなか耐えきれなかったんじゃないかなと思いますね。で、しかもこの売られたお金が自分の手元に来てないですよね。で、そのお金を使って政府は日系人のインターメントの費用に当ててますよね。で、自分のお金さえままに手に入らなかったっていう厳しい現実があったみたいですね。まあ、そんな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんか本当ちょっと心がね、痛くなりますよね。今ね、奥佐さん、インドの方とかですよね。移民の方とかがイチゴ農家とかやられてますよね。はい。今、現状ではですね、そこいら中にイーストインディアン、インド人ですね。やっぱりガッツがありますよね。当時の日本人も多分、そんだけのガッツあったんだと思いますね。今の日本人にないガッツがあったからここまでできたんです。今のインド人はやっぱり、人たちも農業誰でもできそうな民族ですよね。で、やっぱりガッツがあって、大きな家を建ててますよね。何家族も一緒にそこに住んで。パワーはやっぱり、かつての日本人、パワーあったんだと思いますね。今、その面積、日本人が持ってた面積ぐらい、そのうちインド人が占めると思いますね。実感としてですね。インド系といっても、パンジャブ出身ですよね、ほとんどが。
なるほど。うん。北西部の風にあるパンジャブ州出身で、もともとあそこはすごくインドで一番農地が豊かなところだって聞いてますけども、彼らは本当、ガッツがすごいですよね。もう、サリーはもう世界で、インド以外では一番パンジャブ系の、移住者が多いところだって聞いてます。ブルーベルの時期になるとですね、ターバンがあちこちから見え隠れします。本当。あと、クランベリーもね、ファーマー、インド系、パンジャブ系の方が多いですよね。多分カナダ人もガッツがないでしょうね。これだけ農業をやっていく。クランベリーの収穫、ニュースで出たりしたの見たんですけどもね、お水を流して浸してそして収穫するのに、なんかその農民の方がね、胸まで水に浸かってこうやってるのが出たことあったんですよ。わあ、すごいなと思って日本のレンコン農家みたいな感じ。でも開墾っていうのはもっとすごかったんじゃないかと思いますね。本当。北海道の開拓と似てたんでしょうね、多分。原生林の200年、300年の木ですからね。今見てるのは我々は再生林で、せいぜい5、60年、70年、80年の木ですから、直径50センチぐらい太いなと思うけど、原生林のはやっぱりもう1メートル、2メートルの巨木ですよね。あれをダイナマイトで崩して、それを焼き切って農地にするというのは大変な作業だと思いますね。それを日本人の方がやられたんですよね。本当すごいですね。いや、すごかったと思いますね。で、それを我々があんまり知らないんですよね。本当私も勉強するまで全然知らなかったんですけどね。本当に知らないから、こういうのはもう少し知らせるべきかなと思って、あえて、発表させてもらいました。日系センターありますよね、バーナビーに。あそこで、私も最近行ってないから知らないんですけども、博物館とか、日系人の、歴史とか展示とかやってると思うんですけども、コンタクトされました？もちろん、結構あそこは使っておりますけど。はい、ありがとうございます。そのくらいでいいんじゃないかな。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。話は尽きないですけどね、ゆうすけさん。はい、では、次、第6回。実は2週間後にね、迫っています。そうなんです。すいませんね。今回ちょっと事情があって、4月中に2回目やりますけども、先ほど申し上げた通りに、真珠湾攻撃。この頃からですね、それから戦争が終わるまでを扱いたいと思います。詳しくはまた後ほど、通信、私から送られる通信などで、いろいろ書きます。ですから、通信を購読なさいたい方は、無料ですから、田中宛てに E メールをいただければ、通信が欲しいと要望するということを言っていただければ送ります。はい、ありがとうございました。はい。それでは、改めて田中さん、それから大草さん、今日は本当にありがとうございました。ご苦労様です。ミキさんも、はい。皆さんどうもありがとうございました。ごめんなさい。一つだけちょっといいですか？後でもう一度またアンケートをお送りいたしますので、ぜひ、今回のセミナーに関しての感想ですとか、お聞かせください。よろしくお願いいたします。本当、素晴らしいです。ありがとうございます。皆さんどうも今日はご参加ありがとうございました。それではまた2週間後にお会いいたしましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。大変ためになりました。ありがとうございます。失礼します。失礼いたします。また2週間後にお会いしましょう。